にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第3話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。小栗は大真面予想の斜めでの曲が流れてきた。目。笠松音頭きた。笠松町民はこれを全員踊れるんだろ。めっちゃぬるぬる。しかもうまいぞ。ウマ娘アプリに実装してくれ笠松音頭。なんか面白すぎるんだけど。ぬるぬる動くよ。ウイニングボン踊り。 MP を吸い取られる。ごめん笠松音頭踊る小栗かわいい。ちゃんとぬるぬる作画で笑う。動きが無駄に滑らかで笑うは困難。これはいい地元宣伝ですね。割とダンスパートとしてもしっかりしてて草。これは脇がよく見える良い踊り。肩甲骨。目も当てられないとはこのことである。共感性周知がすごい。反抗温度を思い出す。こういうウイニングライブもありってことだ。ウイニングライブいる。いる。歴史が生まれた瞬間に立ち会う人々。棒立ちしてた主人公もいるんですよ。あれよりはマジで一応マシというのだなを笑える。小栗のあの筒状のやつ何食べてたの？めっちゃうまそう。食べたくなってきた。大安巻き。貝の焼かれるウマ娘出来上がり。ライブにあんなたっぷり尺使ってくれるなんて。すごく丁寧で草。笠松音頭一周回ってありだな。ベルのライトちゃんかわいい。ベルノの B89 のデカパイが良かったわ。ベルノの胸が育ってきたな。最後にタマモクロス登場。いい終わりだ。いよいよ玉登場か。にしても毎回30分経つのが早いわ。なかなか良かったわ。話はこれくらいのスピードでないとな。落ちたな。格付け完了。分からせられちゃったね。怪物小栗キャップ。もはや妨害で草。走る気なくすやつやな。ノルンの脳が焼かれた瞬間。分からせられちゃったね。やっぱ踊りはすげえよ。ワイもイクイノックスにカビすら踏ませてもらえなかったわ。この黒歴史。実際のレースもこんな感じのことしようとしたんか。ギャル分からせ。落ちたな。困難の後ろ走りたくね分からせちゃったね。八百長とか言ってるのは馬券外した負け犬の遠吠えだってじっちゃが言ってた。これって実は生中継や。実際の馬が踊るか。ウイニングライブっている。え。背中が土着ソエロい。後ろ姿へ。ちな。よっぽど靴気に入ったのか、ベルノとデートする時もあの靴ずっと履いてるの好き。大谷かな。わなでか地元で有名なマルエースさん。なんで有名かは謎とかそこぼかしたらなんかエロいやん。巨乳で有名定期。ノルンは後でめちゃくちゃ出れるからな。かわいい。かわいい。草。サイピク最高やん。白い稲妻着た。ジャヒー様。イカ焼きは。大空直美ちゃんがウマ娘のアニメは名作。制服がいいな。ここで単行本一巻終わりか。小栗が一歩なら玉は宮田と鮮度を足したようなもん。ただのジャヒー様な件について。こん時はまだ条件場なのかな。玉もクロスか。覚えておこう。来週には忘れる。3話でちょうど原作1巻分消化。タマモクロスあんま好きじゃなかったけど、なんかこのアニメで好きになるかも。玉も無貧乳だな。大空直美はいつも大空直美っぽいキャラやらされてるな。大空直美だからな。仕方ない。シスの仲間の妹勇者は。なんだかウマ娘見てると腹が減るな。腹が別だ。タマモクロス編が一番面白い。笠松編なんだよな。タマが笠松にいたのは電車乗り間違えて、せっかくだから地方のレースでも見ていくかっていう気まぐれ。まだレースして飯食って靴買ってレースしてベルパイ見ただけじゃないですか。新笠松音頭ってどういうことです？小栗がウイニングライブで踊った笠松音頭ですか。笠松町には実際に笠松音頭と新笠松音頭の2種類があります。最近は新の方が配用されていますとのこと。笠松乗らないとこのビッグウェーブに。時が見える小栗。
ペースオグリとは宇宙のオグリである。ベルのエッチすぎない。ベルノはプリキとセクシーを併せ持つ。デレアイシさん可愛かったね。ノルンの設定の深掘りやったのは嬉しい。あれは兄よりの補完だね。最初は夢と希望に満ち溢れてた子が挫折、グレてギャルになる展開に俺は弱い。何やこの美少女は。オープニングでホビーアニメの悪いライバルみたいな顔してたウマ娘だ。聞き慣れた汚い関西弁がちょっと声が綺麗になってる。たまもの声濁点足りなくない。知らない人からの電話だと声色変わるタイプや。なんか普通に美少女だなたま。たまもクラスやって言います。よそいきたまちゃんや。漫才のオグリの相方来たな。体の向きが漫画と逆だったか。足毛多いなこのアニメ。マジで強い足毛が急にわらわら湧いてきた時代だった。アニメってプリティ分多くていいよね。今後どうなるかわからんけど。この作品完全に昭和のスポコンのパターンを踏襲しているから昭和世代にも入りやすいのよ。マーチの宣戦布告、お互いライバルやな。思いのままに生きる、思いのままに生きる。リアルだとジュニアクラウンまでのマーチとショーとの対戦成績は2勝2敗らしいので、まさに決着をつける戦いでもあったのかもですね。1話進むごとにどんどん面白くなってるな。ノルンエースの出で可愛かった。ベルノちゃんは安定して可愛いな。オグリの表情もどんどんかっこよくなってる。最後たまちゃん出てきたな。視聴継続確定。ウイニングライブ。私は好きだぞ。そして相方じゃなかった。タマムクロスギター。思った以上にコミカル要素があって助かった。というか SD キャラが可愛い。もうこれだけで視聴継続の意味があるな。オグリが怪物の片鱗を見せた回でしたね。前半と後半で周囲の空気が明らかに違ってきているのが良き。ライバル宣言の藤正マーチが熱い。そしてまさかの C パートでよもやのタマモクロスルラリタリー。違う。ナチュラル関西弁話者の大空直美と、おそらく関西出身の久住先生が原作セリフ書いてるから、タマモクロスの関西弁は元より登場人物の関西弁がめっちゃナチュラルなんだよな。確か史実だと当時の衛生面が悪かった。出足にジュルジュルの海が溜まっていたくてうまく走れなかった。原作やアニメだと靴が壊れた状態で走って足を痛めたにしたのは何回見てもうまい表現したなって思うわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。